ミルクを買いにスーパーに行くとめまいがするほど種類があります。牛乳はもちろん植物由来の製品もあり、植物をミルクのようなものにするにはふやかし、水を切り、洗ってから製粉し、濃いペースト状にするか乾燥させ製粉し粉末にするかで、植物由来のものはビタミンやミネラルで栄養価を高め、風味をつけ水で薄めます。結果たくさんの種類ができるが、動物性ミルクの多くの特徴を持っています。皆さんはどのミルクが最適ですか？人気があるミルクをいくつか検討します。牛乳、豆乳、アーモンドやオート。 250ml の牛乳には 8g のタンパク質、 12g の炭水化物と2から 8g の脂肪が含まれています。スキム、低脂肪、全乳で脂肪含有量が違うのです。平均的な成人に必要とされる1日のタンパク質の約 15%、炭水化物の約 10%、脂肪分の2から 15% です。植物由来のミルクは牛乳に比べ炭水化物が少なく、脂肪分も少なく、いわゆる善玉脂肪を多く含んでいます。一方で牛乳に含まれる体に良い栄養素のビタミン D やカルシウムは植物由来のミルクには自然には含まれていません。植物由来のミルクをさらに詳しく見ると、アーモンドやオートもタンパク質量が少ない。アーモンドが4つの中で栄養価が最も低く、オートには健康的な繊維であるベータグルカンが多く含まれており、他の植物由来に比べ炭水化物も多く、牛乳と同じくらい含まれていることも。一方で豆乳は牛乳と同じぐらいタンパク質が含まれていて、カリウムの宝庫でもあります。豆乳はイソフラボンが含まれ、エストロゲンの機能を真似し、ホルモンバランスを崩すとかつては考えられ、結局イソフラボンがほんのわずかしか含まれておらず、エストロゲンに比べ体に与える影響が少ない。個々の状況によってこれらのミルクのうち一つが抜き出るかも。乳糖アレルギーであれば植物由来のミルクが適切で、ナッツアレルギーであればアーモンドが。多様な食料品の確保ができない人は牛乳が栄養素を最も効果的に取り入れる役目を果たし得ます。他の条件が同じなら、どれも十分にバランスの取れた栄養素を備えています。よって多くの人に最も適したミルクは実は地球にも優しいのです。最も少ない資源で作られ、環境汚染も少ないミルクとは？コップ1杯の牛乳を作るのに約4平方キロの土地が必要で、土地の利用は森林破壊と動植物の生息地破壊につながります。土地の多くは牛放牧に使われ、一部は牛飼料を栽培するために。多くの牛は大豆とオーツを食べる。ミルク用オーツ麦や大豆を育てる土地は乳牛の飼育に比べ少なく、コップ1杯に必要な広さはたった 0.25 平方キロ。アーモンドも同じような土地利用です。土地がどこにあるかも重要で、大豆農場は森林破壊の主な要因で、オーツ麦とアーモンド農場はそうではない。ミルク生産には全ての工程に水を使いますが、大きな違いがあるのは飼育・栽培の段階です。牛乳が最も多くの水を使い、コップ1杯で約120リットル、そのほとんどが牛の飲用水と飼料の栽培用です。2番目に多いアーモンド、コップ1杯で70リットルが必要。使用する水のほとんどがアーモンドの木を育てるために使われ、実るまで何年も必要です。水を与え続けないと枯れてしまい、他の作物は農地を休ませてもまた生産することができる。全体として大豆とオーツは少量の水、コップ1杯にあたりおよそ5から10リットルです。ミルク生産は温室効果ガスをいくらか排出し、植物由来のミルク1杯ではおよそ 0.1 から 0.2 グラムですが、牛乳の場合は牛自体も大量のメタンガスをゲップやおならという形で排出します。全体として牛乳1杯を作るために 500g 以上の温室効果ガスを排出します。皆さんの食生活に何が必要かによってどのミルクが適しているかが決まるが、地球環境にとって植物由来のミルクを選ぶべきで、確固たる理由があり、特にオートや豆乳が。私たちには
地球を守るために必要なツールと知識があります。ed.ted.com/earthschool にアクセスして、ご自分や地域社会が現代の最も重要な問題にどう貢献できるかを知り、すでに進展中のエキサイティングなステップについて詳しく学びましょう。